私は王子年両少年も壊れたドラゴンの卵だ。しかし母親からはムタントの大食いとして認識されていた。また、敵から隠れるために犬のふりを強いられました。しかし、3人の大物が挑戦的な姿でドアを叩きつけてきた。丸い犬の体を長い間見回しました。誰も認めない。それはあなた自身のものでなければなりません。魔王は首を振った。じゃあ、彼の花は明らかに君に似てる。魔王は立ち上がった。拾わないで。レストランから持ってきたローストチキンを手にしていました。路地の奥深くで3人の不死の姿に立ちはだかれた時、チキンの盗みだと思ってた。彼らのますます傲慢な発言が聞こえてくる。私は体をこわばらせた。壊れてる。当時母が夫を殺すのは明らかに正しい方法だった。十数回連続で殺されたアーミンの元夫。玄本なお神は私の不器用な目をじっと見つめた。顔を痛く開けるな。斜めの目はそれぞれ独特のスタイルを持っている。その後、両陣営から攻撃を受けました。対処できる。魔王金は諦めず頑固に立ち上がった3本の赤毛を私の頭の上に押し当てた。何度も繰り返しましたが成功しませんでした。ついに袖をひねって諦めた。この王は輝きに満ちている。彼がついたのはいつも沈黙していた3人の魔王だけだった。爆久しが突然口を開いた。きっと回収されたに違いない。両陽がこっそりまた別の人を見つけない限り。母の名前を聞いて首を絞め目を閉じて死を待った。酔ったおしゃべりが頭の中をよぎった。この3人のうちの1人が世界チャンピオンです。1つは華やかな魔王、1人は救世主の将軍です。結局彼らは皆彼の神聖な君主サンダートリビュレーションの亡霊となった。3人とも人間界で試練を経験していたとは誰が知っただろう。死後の本体への帰還、遺体は同じ服を着た女性の手によって失われたことが判明しました。宮殿は大騒ぎに陥っていた。彼らは商店台を守っていた。この冷酷な奴を捕まえなければ。母はとても怖がって一番で海の底へと逃げ戻ってしまいました。妊娠していることが分かった。この妊娠は大主分です。殻を破るのに200年かかった。母は丸い犬のように私を見て黙り込んだ。私は明らかにドラゴンです。犬はどうやって生まれるのか。書をめくりながら結論に至った。私は変異型の暴食者かもしれません。しかし懸念は白虎です。恋は赤い湖です。爆久しはキリンだ。父は本当に私の父が誰かわかりませんでした。私は陸の人です。母は私を岸に留めておくことしかできなかった。醜いふりをして人の耳と目を覆うために不良犬に変身させて。でも毎日魚を食べるのは面倒すぎる。町にこっそり入って鶏を盗んだだけだ。言ってみろ。お父さんは誰？下年が私の口からローストチキンを奪い取った。わからない。私はすすり泣きながら地面に横たわった。情けなく聞かざるな。本当に醜い。恋は顔をそらした。年代順で計算。陰陽との間に生まれた子は私たちにの子ではないようだ。爆久しは何かを考えているようだった。案の定彼は落ち着かなかった。説得した後別の人を探しました。恋はすぐに袖をまくった。あなたは何歳ですか？記念は私の首の後ろの皮膚を掴んだ。見て。4、5年の歴史。私は囁いた。彼は14歳ですが、変身したのは昨年のことです。心は世界の中の5歳児のようなものです。3人は皆ほっとしていた。同時に歯ぎしりもします。彼は本当に小さな男を見つけたんだ。ゆっくり。彼には私たち3人の匂いが混じっているのが分かりました。ゲネンは身を乗り出し美しかった。娘がこんなに醜いなんて認めたくない。カネレイは突然死に冷たく鼻で笑った。お父さんは君のことを醜いとは思ってない。ゲネンは話したかったがやめた。お名前は、これからは私たちがあなたの父親になる。お母さんがどこにいるか知ってる？爆久しが私を抱き上げてそっと尋ねた。私は首を振った。涙がこぼれた。すぐに母に逃げるように伝えなければなりません。私の名前はニャンニャンです。幼少期から父も母もいない。おっと、ただ捨てたわけじゃない。それでも私は娘を見捨てて自由になろうとしています。恋はそれを聞いて怒りを込めて笑った。3人はしばらく話し合った。実は一緒に育てることに決めました。胸が沈んだ。それはレーシングです。明らかに彼らは私を人質に取りたいんです。広々とした中庭を購入しました。ゲネンは私に気を体内に引き込む方法を教えてくれた。恋は何もすることがないので、私の髪を溶かしてくれます。頭の上に赤毛が8本しかないのに。たった。ハーミンで失うものは何でしょうか？どれだけ失っても、彼はまた道理で一番醜い犬でもあります。彼は翡翠の本をつまみ歯を食いしばった。部下たちが誤って力を使いすぎた。実は直接一つ抜き出しました。私は痛みに笑った。あなたはもっと頑張ります。彼は3階で青年将のハゲ頭になるのではないかと恐れている。爆久しは音を聞いてきた。それを見て彼は首を振った。この時代爆久しは最も優しい。美味しい料理を作ってください。一瞬のうちに彼は1ヶ月も拘束されました。契約によると、1ヶ月以上
ちを見かけていない場合、ジャンは私を探しに陸に上がる。不安だった。この日、爆久しは生きた魚を持ち帰った。いい考えがあった。キッチンに忍び込む。魚にコードを書いて、母親はきつい。その後静かに裏庭の小川に置かれました。いつ昼食になるかわからない。魚は煮込み魚になりました。テーブルに現れた。戻ってくると、キッチンの魚がなくなっていました。猫に連れて行かれたのかと思った。でも彼はちょっと外に出ただけだ。魚が自力で岸に飛び乗った。どうやら私が買ったもののようです。爆久しは困惑した。この魚は体に鯉がついているようです。突然目を細めた。ペンエンは身を乗り出してじっくり見ようとした。私は慌ててテーブルに飛び乗った。魚を一口で胃に飲み込む。証拠は破棄された。でも魚の骨に詰まって目を向いてしまいました。爆久しが背中を軽く叩いてくれた。鯉は急いで呪文を使う。ゲネンは眉を潜めた。犬は実際に魚の骨に挟まってしまうことがあります。なんて残念なことか。最後に爆久しは古い巣を一鍋注いだ。急いできただけだ。この子が魚焼け肉を一度も食べたことがないのに、それでも盗んでしまったのは残念です。この不安そうな鯉が横で首を振っているのを見てごらん。私は頭を垂れ、心が言葉を失った。夜遅くに脇の廊下から話し合う音が聞こえた。もう4、5ヶ月経った。療養は本当に落ち着いていた。鯉はティーカップで遊びながら軽く笑った。さらに短期過換スクワットを続けます。ただ来ていなければ、療養が残酷だとは思いません。子供の母親が誰であろうと関係ない。醜さと醜さについて考える。結局のところ血は繋がっている。最近はいつも川を覗き見している。私もラヒサシを待っているの沈黙が一瞬流れた。胸が締め付けられた。この3人は心が多すぎる。翌日が明けた。私はこっそり庭から抜け出した。まさか彼がちょうど角を曲がったなんて誰が知っていただろう。彼は袋で覆われていた。このライピーヌは醜いけどね。まだ少し裸です。と屠殺場に引きずり込まれるなんて見てみろよ。歯を食いしばり人型の袋の中に倒れ込んだ。酔っ払ったディーラーは丸い目で私を見つめていた。お前はどこから来たんだ？彼は微笑んだ。疲れてはいるけれど、しかしこの小さな姿は水のレーザーに注がれている。古いおねかの愚かな息子は同じ喜びを失っている。彼は私を抱き上げて山の中へ運んでくれました。足の不自由な老人とおバカな少年に投げつけろ。私はその機会を利用して、その愚かな少年を川に突き落とした。引き返して山へ逃げた。しかし足元には空虚がある。オリオン教会の罠に落ちた。夜遅く山は暗く怖い。私は完全にそこにいます。ついにむせてしまいました。私がいなければ水やりの仕方も知らなかったでしょう。どうしてここまで落ちたのですか？喉を開けて月に向かって泣いた。どれくらいかかったのかわかりません。教室の外から聞き慣れた声は念だった。同時に3人の姿が穴の日に現れた。身を乗り出して下を見つめる。俺は汚れてる。小さな顔は涙でいっぱいだった。ただ首をかしげている。次々と。ねんねんこれは変身能力だ。ゲネンは私を抱き上げ、腕の中をじっくりと見つめた。このような外見は悪党よりもずっと目に美しくなります。この眉を見て僕の役割に少し似ている。恋は近づいてそれを見つめた。満足げにうなずく。いじめられる人を恐れないでください。3人の父親は皆きちんと処理された。爆久しは袖で私の顔の泥を拭い取った。私は苦しい気持ちです。国境へご飯を3杯もむさぼり食べた。3人の父親は長い間おごそかに話し合った。結局私が呪文の練習を直接監督することになった。でも私の大食いの血は本当に支配的です。初めて火を使った技を練習した時、彼は屋根を持ち上げた。2度目に玉砲から聞いたのは家が丸められていたことです。今日は水を凍らせようとしました。その結果私は寒さにびしょ濡れになりました。新しく購入した家も浸水しました。月に英会実家に戻る。結局のところ家を壊すのは犬です。すごく早い。恋はぼんやりと顔の水を拭った。このままだと半年もすれば武器を室に入れるために質屋に行かなければならないだろう。爆久しは黙って金袋を重く測った。明日彼を宮殿に連れて帰る。学院の清春師匠にしっかりしつけさせてあげよう。ゲネンはため息をついた。私は隅に身を縮めて空を見上げました。忙しいふりをしろ。3人の父親は同時に私の方を向いた。など、わざとトラブルを起こしているのではないか。お母さんに見つかって欲しくないんだ。恋は狐のような目を細めた。私は慌てて首を振った。頭から黒い煙が一筋立ち上った。この域は全く私たちと一緒にいない。爆久しは手を差し伸べて火星を消そうとした。私は宮殿の学院に運ばれました。ここにいる妖精の子供たちや女神たちは皆ルールに従っています。じっとしていられない。父と息子が私が蒸しパンを食べていることについて話しています。他のダンス、俺が人をぶつけるのを見て、3人の父親は順番に謝罪した。ゲネンは顔を真っ白にして償いをした。振り返ってタリスマン武器を詰め込め、恋が私がトラブルに巻き込まれたことを叱った。また、私の進歩が早いことも褒めてくれました。爆久しはいつも子供の性質はこうだと言っていた。天帝の末息子系が公の場で私を笑うまでは、
私は豚のように愚かだった。また、第9の天にふさわしい。私は彼に飛びかかりカワセミの帯を引っ張った。彼は慌てて叫んだ。私の父が誰か知っていますか？私は彼の服をきちんと脱がせて天下に投げ捨てた。じゃあ、私のチタンが誰か知ってる？臭い口を洗ってくれ。紳士たちは顔を覆い叫んだ。3人の父親が到着した時、苦しまなかったのを見て、恋は母のように鋭くて強いと褒めてくれた。その日こっそり家に帰った。中庭の中央にだらしなくなっている小さな女の子の人形が見えました。桃を摘むために、つま先立ちで行ってたんだ。3人の父親はツリーの下に集まった。緊張してる顔して、お母さんだよ。減塩はため息をついた。姉さんゆっくり早く降りて、落ちないように気をつけて。恋は両腕を広げて木の元で叫んだ。ラシタ氏は私の服を奪い彼女を降りてきてお風呂に入るよう促した。女性の人形は振り返った。汚れた小さな顔には見覚えのあるフェニックの目が埋め込まれている。彼はしばらく私を見つめた。クリスピーは口を開けた。誰が私の娘をそんなに太らせたの？手に持っていた砂糖が落ちた。これは明らかに私の母のミニアチュア版です。彼女は木から滑り降りて私のキャンディーの歯を奪い取りました。口を詰め込み誇らしげにウィンクした。原付は私を慰めていった。母は虚無の海に迷子になった。心はまだ多彩です。でも、母はよだれで洗った桃を詰め込んだ。また、狐に乗ってしなやかなローストチキンを食べることにも大騒ぎしました。ついに暗くなるまで投げ捨てられた。彼は私のベッドに転がり込んだ。よくないよくない。もう我慢できない。朝シーツの水染みに顔を向けましょう。母は先手を打った。娘を指さして、あなたはタービサイです。なんでまだおねしょしてるの？話そうとしていた。彼はウィンクして唇の形を作った。タコ、やごこ約束する。私は自分の過ちを素直に認めざるを得ませんでした。次はおねしょしないよ。ゲネンはため息をついた。子供を責めないでください。彼女もそれを制御できなかった。私は母のせいでこんな風に背負った。数日以内に、陽子とは学院の格子窓を手に取った。翡翠のうさぎに触れるように誘った。彼は私の宿題の本を破って巣を作りました。爆久氏は暗い顔で償いに行った。故郷へ。青年は決断した。明日から始まる。林陽は年々に従って学院の授業に向かった。抵抗は効果がありません。母は学校に行かされました。私の前に座っていた妖精の子供が彼にどの寮の出身か尋ねた。彼は私が年だと宣言しました。部屋中が笑いに包まれ、幼児は笑った。彼女は私と一緒に砂糖の錠剤を取ってきます。半日もかからずに、陽子とは世界の魔王となった。彼は密かに清春とその息子が隠していた女神の肖像画を飾った。白い髭の老人はめまいをしていた。銀が私を恥ずかしめるつもりだと知った。昼休みを利用してその子を気絶させた。釣り絵として裸にされた。3人の父親はその後の対応に急いだ。ゲネンは片手を握っていた。天帝の誕生に子供じみた言葉は無慈悲だ。子供たちは遊んでいました。数日以内に母に呼ばれて八池でオークション用の屋台を出しました。神と魔王、魔王の側室の立場。彼が戦将と共に宮殿へこっそり戻った時、3人の神父たちによって阻まれた。青年の声は冷静だった。上空から王の側室の地位は100万万霊石の価値があると聞きました。それでも一番安いです。母はすぐに私に責任を取るように押し付けました。最終的に盗まれた金は没収されました。私たちは罰金を抱えて立ちます。家族が追い出されそうになるのを見て家は空っぽだった。父親たちはついに無の海へ行って確かめることにした。玄縁はあの果敢音信不通だ。恋はじっとしていられない。去る前に彼は、爆久しに我慢しろと言った。できるだけ早く戻ります。回しで恋を追い払ってしまった。豪邸にいた母親がガラスカップを割ってしまいました。老君の薬の炉を爆破した。ちょうどモヘンが空っぽの金袋を心配していたのと同じだ。宮殿からの知らせが届いた。新たな黄金の竜神が現れた。その時、母はモヘンの顔に泥を塗って仮面を作っていた。最初の使者が招待状を送った。天帝は新しい竜神のために縁を開きたいと言われている。爆久氏は泥だらけの母親をぼんやりと見つめていた。竜神の血筋、それが母の起源だ。爆久氏はためらいがちに尋ねた。でも姉妹はいる。母は首を振った。わからない。彼女は私たちを八百地に連れて行って宴会に行った。でも見上げて高い台にいる女性を見たとき、突然その場で固まった。その人物は、母親の大人の姿と全く同じだった。さらに驚くべきことは、ゲネンと恋が彼女の側を守っていた左と右にそれぞれ守護者みたいだ。ゲネンが私に手を振った。私は父の元に来たと思います。こちらがあなたのお母さんです。自分の母だと名乗る竜神は優しく呼びかけた。いい子だもん、母さんが。わからないよ。敬礼の眉は苛立っていた。実の母親にも会いました。まだなんで呆然としているんだ。3人は過去と変わらず見た目だった。でもいつも妙に緊張感があります。爆久氏は落ち着かない母親を押さえつけた。低い声で尋ねた。無の海に行ったんじゃなかったの？行って初めて知ったみたいです。私は竜神の記憶を盗む偽物だ。青年の冷たい視線が私たちを見渡した。それでも母さん悪魔はどこ？竜神のふりをする勇気があるのなら。母は腰を組んで飛び起きた。醜い怪物はどこ？
こであの老婆を取ろうとしたんだ。やりねえかいけたに忘れたの。山から助けたんだ。あなたは姉についていかなければならないと言いました。今度はこの偽物で人をいじめてみろ。ライド・ワイド・タイガー。君がチャンピオンか？当時は読書をする自分が愚かでした。真と偽の区別はありません。彼の言ったことは全部私の記憶です。虚無の海は禁忌の海である。そこには多くの古代の獣が囚われている。中に入ったら襲われて怪我をしました。その時彼が盗んだに違いない。天帝は不満そうに眉を潜めた。友人に失礼なことをするな。年寄りの困難。母はますます怒りを募らせました。主はあなたの目の前におられます。無の海で自分が傷ついたことを認識できない。しかしその怪我の記憶は消えてきた。お前は一体何者だ？部屋中が大騒ぎに包まれた。開拓者たちはお互いの話に耳を傾け合っています。真の御事は竜族の祖先の生まれ変わりだ。冒涜がどうして許されるのでしょうか。今では真と偽の区別が難しい。しかしどうして本当の竜神が3歳の子供のように見えるのか。私は母の震える小さな手をしっかりと握りしめた。彼は顔を上げていった。この母親しか見覚えがない。沈みゆく月が冷たい光の中を照らしていた。しかし、その口調は彼の顔に大きく響いていた。子供はまだ小さい。キャンディーをくれた人は、その母親が誰かを認識します。謎めいた深淵の音は氷のようだ。泥棒を自分の母親だと認識しなければならない。小湯は手を振った。偽物を追い続けるなら、もうパパって呼ばないで。バク久しは後ろで私たちを守ってくれた。不満。今でもそのことを考えています。彼に優しい人。彼は当然それを認めた。誰がなぜ彼を殺すのか。剣の緊張感を見て、ラガツが先頭に立って提案した。それは真のドラゴンだ。それは、再び、祖先の生まれ変わりで、さら、自分の身元を証明するものがあるはずです。彼は竜輪のカワセミのペンダントを取り出し掲げた。これは、35万年前の、私の逆スケール変換です。もし、逆尺度がなければ、どうして私に響くのか。竜輪のカワセミのペンダントが、竜の方向を上げた。母は混乱した。静かに娘に聞いてみて。最初に、母がくれた石、どこに投げたのを見れば、見るほど、ますます馴染み深いものになってきます。水を汲みに持って行って浮かせました。母は額にキスをして言った。おやあれで、お前は飢え死にしなかったのか。私はそれを理由に受け取っていません。無垢に見える。私はそうしましたが、人々はそれを無価値だと言いました。銅のクレアトすらくれなかった。そして、竜輪翡翠のペンダントは確かに身に切り、それで他の子供たちと競うために持って行き、そのまま遠ざかっていきました。肉まんも当たった月が沈み誇らしげに眉を上げる。自分の身元を証明するものは何も思いつかない。また、90の空で無駄に食べたり飲んだりしているふりもしたい。母親の身元も証明する必要があります。そう言うと彼女は突然勢いを増した。お尻の後ろからは短くて太いドラゴンテールの声が出てきた。上昇した瞬時に100フィートの黄金の竜に変身した。ウェジュ上空。死者たちは慌てて頭を下げ敬礼した。私は顔を上げた。なぜ全く勢いが感じられないのか、まるで偽物のように感じます。彼は自分の体を復元する。命令を発行する。私のふりをする勇気があるのか。そして獣の道に投げ入れろ。その後メキシコ航空に対抗することになりました。まだ、彼を守らなきゃいけない。バク久しはためらうことなく、母と私の手を掴んだ。私は思考の直感を信じています。自分の目を信じろ。それだけだ。将来魔族と我々の親族は相入れなくなるだろう。天地はすぐに彼を祝福した。来た者は、この鬼を獣道に連れてきてはいなかった。年々は急いで近づいた。母親との過ちを認めなさい。私は首を振った。私は知らないバク久しは母を捕らえに来た。死の兵士たちを退けた。薪は黒いハスのように咲き誇った。領陽よ連れて行く。誰が彼に触れる勇気がある。それは私の悪魔に反する。私たちは天から追放された。魔界に来た。母はバク久しの背中に横たわった。小さな短い足が揺れ続けた。不機嫌そうにつぶやいた。なぜ小さな狐と小さな白虎は私を認識できないの。とにかく私は夫婦でした。顔を回す方が本をめくるより早い。彼はモーヘンの首に抱きしめた。それでも小さなユニコーンが魔界に足を踏み入れるのが一番だ。魔族の人々は魔王が戻ってきたと聞いた。また、ビータイの人形を町に持ち出しました。魔王の応募はどこにいる？数人が連続して生まれた。人に名前をつけなきゃいけないんだ。我らの魔族はこのセットを見捨てない。あるおばがキャンディーフルーツの袋を母親の腕に押し込んだ。彼は笑顔で尋ねた。小さな女の子、母さんはどこ？母は手を挙げキャンディーフルーツを食べながら身を沈めた。そうだよ。周囲は突然落ち着いた。大長老は
震えながら、爆久しを指さした。胸が痛む主を例え。我々は悪魔であっても、だが、魔族に劣っているはずがない。この人形は、あえさいしか立っていないように見えます。さい恥ずかしいな。爆久しは竜の脈動を説明するしかなかった。長老はしばらく考え込んだ。突然、統治。老人は思い出した。古代の獣たち以外の何もない海、また、4、5万年前の裏切り竜ラガツも閉じ込められている。竜族には双子の竜娘青舞がいたという噂がある。彼は天命を受け入れ竜王となった。月はスカージドラゴンになると予測されています。その後ドラゴン族のナイラン、慈悲で慶軍時、虚無の海で落ちる月を抑えよ。それ以来天と力も姿を消しました。母親はメロンの種を一握り、掴みパチパチと音を立てた。天とは自分が最悪の竜だと言いまさにそのままだった。もし人々が一生悪を働かなければ、この名前は無駄ではないか。爆久しはすぐに鍵を見抜けた。こう言いましょう。そして今、この新しい竜神、おそらく本物の五竜落ち着きである可能性が高いです。でも、なぜ彼は軽い武術の記憶を持っているのか。ゲネンたちでさえ別人のように見えた。彼は調査のために虚無の海へ向かうことに決めた。私は慌てて彼を抱き上げた。3番目の父、もし彼らのように私たちが何をすべきか忘れたらどうするの？母は手を叩いた。そこで記憶を失った。当然探しに行くべきだ。振り返って母を抱きしめた。母も行くし私も行きます。爆久しは無力だった。それだけだ。それはドラゴンプールであり虎の巣穴です。私たち、ハーミン家族は一緒に行って戻りました。虚無の海。海は黒い。霊人神器。爆久しは碧水玉。我が心情年々。後で3番目の父のそばにいて。走り回らないで分かってる。私はうなずいた。私たちは海の底へ行く。乾いた骨は鋭い。右引きの家ほどの大きさのカニが影の中を泳いでいます。渦巻きを巻き起こす。爆久しは魔人を犠牲にしようとしていた。でも私はタコが楽しそうに泳いでいるのを見た。触手が熱心に彼の腕に巻きついた。ホエールのタコは興奮して泡を一つずつ吐き出した。突然タイガーシャークがその隣に飛び出した。片方の尾がタコを叩き飛ばした。私は恋です。私は静かに半分残った仮眠パウダーをポケットに戻した。基地の人物。じゃあ、どうやって食べ物を足すんだ？タコは触手で踊る。俺だよ、恋だ、第二の父。爆久しの動向が縮んだ。タイガーザメ。私は原付きだ。もしこの二つが真実なら、終点の恋の2匹がまた墨の玉を吐き出した。ごめん。タコがこれを制御できないとき。彼らが初めて虚無の海に入ったとき、ここの獣たちは長い間各竜に支配されていたとは知りません。彼はドラゴンですが、だがそれらはすべて黄金の竜の地に属している。エルフだけが真実と偽りを区別できません。彼らは魂から引き出されたタコやトラザメに詰め込まれてる。恋の触手は不満を抱き結び目を作っています。私は威厳ある魔王だ。今は毎日インクジェットをしています。凶暴な獣たちが集まった。彼らはこの期間中に抑え込んだすべての弟たちです。つい聞かずにはいられませんでした。ここにある結界は竜神の祖先によって築かれたものだ。先祖自身のために開けることができます。偽物はどうやって出てきたのか。母は突然彼女の頭を撫でた。思い出した。その時、私は年々を探しに来た。俺が私を支配していた。彼女は私のすべての記憶を覗き見ました。彼は周囲を連れ去った。私になりすまして去った。恋は呆然とした。姉さん、あなたは先祖の生まれ変わりです。エンチャントはあなたにとって無意味です。そしてラツキは妹の記憶を持っている。障壁を破る方法を知っていきましょう。母はすぐに猛獣の軍勢を率いた。9つの点に向かって力強く圧倒的だった。まさか私が南天文に到着したとは誰が思っただろう。落ちる月が仙人族と魔族を集めていると聞いた。竜族の祖先の墓に行きたい。前世の死体を盗む。母の小さな肉の顔はシワだらけだった。なんて癖だ。それはあまりにも変態的すぎる。届く時に平和にぶつかり仙人と魔族に竜の墓を爆破するよう命じた。母はため息をついた。自分が掘り起こされるのを目撃しろ。とても新鮮な体験です。大長老が魔族軍を率いて到着した。主は彼に先祖の本当の体を渡してはならない。そうでなければ、和竜が真の祖先になっていただろう竜神。すべて王の助手に渡されます。恋は触手を上げて、隊列の先頭へと駆け寄った。私は魔王だ。左の守護者は鼻で笑った。解散者はどこから来たんだ。狐王のふりをする。正しい守護者が唇を舐める。後でローストして食事を加える。恋は激怒した。触手が2人の守護者を振り払った。1人一発のビンタ。それはあなたに不利です。実は魚にぶつかったんだ。あるいはインクをスプレーできる魚も。左右の守護者たちは雷のように跳ね上がった。恋はインクを吹きかけながら咆哮した。バスタードは保護者を去った。あなたは
私的なお金を小便器に隠している。戻ったらお話しします奥様。また適切な守護者もいます。毎日ウサギの悪魔に魅力的な目を向けて、我ら狐一族の面目を失わせろ。アタックストップ。左と右の守護者は互いに目を合わせた。これらの秘密は王だけが知っている。彼は真の王だ。偽魔王リーケは、この怪物狐の言葉を聞かなかった。左右の守護者は一斉に恋の後ろに退いた。魔のナイフは落ちゆく月の陣地をまっすぐ刺していた。誰が我らの王に触れる勇気がある。これが我らの王だ。狐の一族は互いに敵対し合った。君には何か問題があると思うんだ。優雅に話せ。我らの魔王はこんな人じゃない。幕久氏はその隙にタイガーシャークを指さし大声で言った。これが本物のゲンゲン神だ。天帝が突然尋ねた。私の子ジンヤオが生まれた時、ゲンゲン神はヘリジアに贈り物をくれた。ゲネンは言葉を失った。誰が古いことを覚えているか。タイガーシャークは答えた。ペニーはまだ届いていません。その通り、ジャの一人はすぐに先方と共に我々の陣営へ退いた。私は独り言をつぶやいた。なんで壁の花の集まりなんだ。天地が学を支える。ラツキはそれを聞いて笑った。たとえ気づいても、もし気づいたらどうする？彼女は軽蔑の目で母親を指さした。彼女は先祖の神力の半分も覚醒していなかった。なぜ私と戦うの？この先祖の本当の体。今日は勝つことを決意しています。言葉が落ちると、同時に竜眼の結界は崩れ落ちた。ドラゴンケーブの奥深くは暗く湿っている。母の隣に寄り添いました。対のように白い骨を手に持ち、歯がきしんで歯ぎしりする音がします。この骨は暖かくて透明です。それは、母が見つけた歯ぎしり用のガジェットでした。突然まばゆう黄金の光が闇を突き刺した。墓の入り口へ急いで行け。黄金の光が激しい竜の力を包み込む。無意識に身を縮めた。でも、母はまだ落ち着いてリラックスしているのが見えた。彼は激しく死に地面に立っていた。口元には微笑みさえ浮かんでいた。ジンリーは不安そうに言った。姉さんどうして、彼が本物の体を奪うのを見ているの？それが先祖が残した唯一の思いだった。母は何気なく目を上げた。骨は怠惰です。彼は私の記憶を覗き見する勇気を出した。どうして墓の奥深くに、いわゆる祖先の骨がなかったことを知らなかったのか。彼はいい指先で私の髪の上をなぞった。彼の目には狡猾さが隠されている。案の定しばらくして墓の奥から血を揺るがす轟音が響いた。落ちゆく月は怪物のような怒りを込めて飛び出した。顔は歪み見にくくなっていた。彼の目は赤く母親を見つめていた。林よ、先祖の遺体はどこに隠したの？ヨアは突然顔を向けて私の方を見た。目の下の狡猾な雲が大きくなっていった。成功したいたずらのように明るい笑顔を見せて、彼は手を挙げて優しく指さした。まだ手の中でかじっている銀薬色の骨。月が私の手の中の骨に落ちた。全身が激しく震えた。瞳孔が細くなった。ドラゴンの鱗が爆発した。その口調は信じられないかなりのものに満ちていた。あの奥歯の骨のかけら。君かもしれない。彼は実際にあなたの娘の先祖の骨を歯固め棒として使ったのです。言葉はほとんど歯から絞り出そうになった。悪魔たちは驚いた。恋の触手が空中で凍りついた。母は首をかしげた。彼は無邪気で傲慢に微笑んだ。自分の骨、娘の歯ぎしりをしたり、箸代わりに使ったりするのが大好きです。次は君の番だ。彼女の口調は軽やかだった。しかしそれはまるで針がラガツの心に刺さるようだった。月は怒りに満ちていて頭の上から煙が立ち上った。彼の体を包む黄金の光が激しく震えた。たとえあなたが先祖の天将であっても。彼は方向した。ドラゴンの尾は深い谷を突き抜けた。今や君は3歳の子供の殻に過ぎない。祖先の神力を全く受け継ぐことは不可能です。母は落ち着いて私の肩を軽く叩いた。口調は励ましに満ち誇りに満ちています。女の子は彼女を殴り倒した。友人の真の子孫が誰かを知らせてやれ。彼女は顔を向けに眉を上げた。彼の目は嘲笑で満ちていた。私は先祖の神力を受け継いだわけではありません。しかし我々の竜族の力は常に後世に受け継がれてきた。知らないのか。彼は意図的に言葉を止めた。お前が1万年も一頭の竜だったことを忘れていた。を産んだことはありません。これを知らないのは理解できます。私は一瞬呆然としました。子供の頃うっかり岩を壊してしまった記憶が頭をよぎった。流れを吸い上げて吸収するイメージ。しかしそれは制御不能ではないことが判明しました。代わりに祖先の支配的な神力を受け継いだ。少女は元の体に戻り彼女を殴った。お母さんを恥ずかしがらせないで。母は大したことだと思わない。だずらっ子みたいな。私は返事をしました。威厳ある神力が瞬時に目覚めたか。骨がパチパチと音を立てた。その数字は急上昇した。細かい鱗が全身を覆っています。空を覆う巨大な
なドラゴンの翼と、その背後に広がる太陽。私の巨大なドラゴンの体が地面から立ち上がるとき、竜の洞窟全体が激しく揺れていた。ラガツの顔が劇的に変わった。すぐに黄金の竜玉、桃に変わった。しかし飛び立つと、すぐに私はドラゴンの爪を伸ばし激しく噛みついた。体を丸めた。山の壁に叩きつけろ。ドカーン。砂利が飛び散った。落ちゆく月の鱗が落ちた。黄金の血が流れ出た。いい子よ、綺麗にやってね。母が舌で命じた。左側で補って、そうだ、ただ、顔をかじってみて、どういたしまして。月が落ちてきて起き上がろうと必死だった。狂撃は激しい炎を吹き出し、私に向かって突進してきました。私は彼と一緒にスプレイするのを恐れませんでした。彼は口を開けて、空のすべての炎を貪り尽くした。実はゲップしたんだ。炎は温かいエネルギーに変わった。快適に私はドラゴンの尾を振った。恋は興奮して拍手した。狐の血を引いた子にふさわしい。これは長すぎる。ドラゴンファイヤーでもおやつとして食べられます。セネンは誇らしげに言った。明らかに我が白虎一族の強い体格と戦闘技術を受け継いでいる。幕久氏はクスクス笑った。戦うな。彼女は私たち全員の娘です。彼の体にはあらゆる民族の血が流れている。自然は最高です。母は腰を組み胸を正した。勝利。結局は、誰がいい遺伝子を持っているかによりますね。絶対に、無理だ。ただの先行の一本だ。ラツキは瀕死で穴に倒れ込んだ。私はドラゴンの爪を伸ばし彼女の額に押し当てた。神力を使って彼が奪った祖先の資料を奪い取る。黄金の光に変わり母の体に戻った。待って、まだやらないで。母は叫んだ。それは明るい光に包まれていた。槍は散った。彼女の体に着ていた服は、髪の力が湧き上がる布の帯状に支えられていた。頬は少し赤くなっていた。後辺から渡された衣を素早く引き抜いた。痛いに巻きつきつぶやいた。回復が、こんなに早いとは、思いませんでした。服を用意する時間がなかった。幕久氏は優しく彼女の襟を整えるのを手伝った。今はこの瞬間に魔王と下年に変装した二人の小さな巻は混乱に乗じて逃げようとしていた。私は足を上げて彼らを地面に下ろした。動けない。同時に恋と下年も元の肉体に戻った。恋はまだもがいているタコを拾い上げ、義足を装着した。彼の目は明るく私を見つめていた。その口調は切迫していた。いい娘は自然と美しさを買う。その間彼は自分の体がこの小さな悪魔に占拠されるのを見ていた。食べたいのに食べられない。でも腹が減って死にそうだ。二人目の父親の焦点は本当に違う。結局はロンジンスに惹かれた。廃売の廃止。ドラゴンケーブの奥深くで再び抑圧された。君は決して引き渡すことはできないだろう。母は別れ際に彼を見下ろした。目は冷たい。月が落ちるとき竜神は決して運命づけられません。それは自分自身の美徳と責任によって勝ち取られます。しかし、各竜の正体、それは自分自身が選ぶ道です。だから、他の誰もいないのも無理はない。ラツキは封印の中で愚かに笑った。実は楽しまんねも疲れ果てていたのだ。彼は先祖の神力を奪おうと最善を尽くした。竜神になれ。それは自ら招いたものだった。声はついに静まった。危機は解消される。太陽がドラゴンの洞窟に差し込む。母は私を抱きしめて微笑んだ。明るい顔。ただこっそり抜け出したかっただけだ。しかしハーミンに遮られていた。セネンは微笑んでいるようだった。他にどこに逃げたいというのか。恋は悲しんでいる。私たちは皆、妹が父を殺したことに恨みを抱いています。なぜまだ逃げなければならないのか。幕久しも続いた。もし私が一緒に歩くのを待つのが怖いなら私の妻よ。母は乾いた笑いを漏らし一歩下がった。感情を引き出そうとしている。幕久しがもっと優しいとは誰が思っただろう。妻に刺されることもある。夫にとっては祝福です。恋は歯を食いしばった。どうしても本はそれに気づかなかったのか。あなたは蓮の葉のように緑豊かで美しい。セネンは母の顎を指先で持ち上げた。突然彼はその人物を止めて抱き上げた。前は愛妻の子供みたいだった。私たちはそれを耐えられません。今こそ過去の生産の時です。ついていこうとしていた。しかし彼はセネンに止められた。お元気にして親には話し合う大事なことがあるんだよ。私たちのことをそばに置いてほしいと思い込んでください。私がうなずくのを見ると、彼は微笑みながらお菓子の袋を詰め込んだ。誰かを倒したいなら、天帝の家族を探しに行け。あるいは退屈を紛らわすために、いくつかの妖精の館を壊すのも一没前に戻ってくるな。幕久指定は水滴を避けるために来た。この青い水滴で天下にも行けば魚やエビを捕まえられます。恋が赤い髪を一握りくらい詰め込んだ。こんなんに点火。第二の父はすぐに彼を支えに来ました。でも注文しない方がいい。二人目の父親は少し忙しい。ドアがバンと閉まった。母は中で叫んだ。実は同じストリームにいます。待って、あなたたちは獣なの。